お願いできますか、公文さん。え？私の彼氏のふり。え？スイ。君バカなの？お待たせしました。水木のお店すごいおしゃれ。雇われてんちゃうよ、ただの。もうすごいじゃん。こちらメイテスです。チェック OK？ わざわざ来なくても。やっぱり見たいじゃないですか、私も。覗き見趣味のおばさんの顔になってますよ。なってません。ユーマからスイと会ったって聞いてマジ驚いた。スイも驚いたでしょ、私たちのこと。いや、いきなり。刑事の手法です。参考人に前触れなくお前が殺したんだよなって。メイ、もう少し彼女に寄って。あれ、まだ聞いてなかった？私たち2年前に結婚したこと。うわ、来たー。いや、こっちの声聞こえないでしょ。まあそうか、興奮してるのかこの私が。鳩が豆鉄砲からのナウマ。え？何曜日に生まれたの？水木は。曜日？わかんない。タイやミャンマーではね、血液型や星座じゃなくて生まれた曜日で運勢や相性を見るらしいの。そうなんだ。知らなかった。ググってみる。ずるいぞ。これじゃ表情が読み取れない。ワンクッション置いて体勢を立て直し、なおかつ相手にその質問のリアクションを見せない。質問返しの法則。おめでとありがとう。そして唐突に祝福。強引に礼を言わせて相手の毒を抜く。メイ、この場はもういい。一人になるまでとりあえず待て。あれ？ここからはだらだら互いの近況報告が続きます。なんだ。じゃあ私社に戻りますね。お邪魔しました。悲しくないわけがない。10年越しの恋、悲しくないわけがないんだ。一人になった瞬間、センチメンタル、超絶エモい顔になる。必ずいいんだ。誰も見てないなら涙が流れてもいい。そうじゃあ調べてあげるよ。ユーマなら調べちゃおうっと。一人になったか。ラーメン食べてる。え？ありえない。食欲なんかあるはずがないんだ。すみません。はい。替え玉お願いします。はい、替え玉いっちゃおう。替え玉頼むな。週末
水木に枝君と一緒に行って食事に誘われました。うん、そうなの。改めてご夫婦と？前に私しりとり終わらせでうっかり彼氏が今いるって返しちゃって、あったねそれ。それで4人で食事をってなりまして困りました。ちょうどいい。雨宮君を誘ったら。それは意味不明です。ああ、雨宮君も10年ぶりなのに彼氏のわけないか。お願いできますか、公文さん。え？私の彼氏のふり。え？スイ。君バカなの？アニメ化はしばらくやりたくない。前回私のシナリオとは違う最終回に勝手に変えられてしまった。案の定大不評で、私は続きの物語が書きたかったのに意味不明に完結されてしまった。時間がなくて初監督でプロデューサー連中も止められなかったみたいで。越見行為だけじゃなく物語の語る筋を理解してない。ラインを変えましょう。あそこはなしでねえ、公文先生。そこまでクオリティは高かったのに全く台無しだ。どこ行ってたらめ、公文先生お怒りです。はいはい。どっちとのくもんちゃん。うるさい。売り込んでたのよスイちゃんのこと。うん、確かに不思議な魅力があるかも。10年間子守人だったのもあんのかな。少女から氷漬けされた大人女子。毒もからって感じで、いくらかギャラも出るから家賃の足しにもなるかなって。それにほら彼女社会で頑張りたいって同級生たちに触発されて。子守人の彼女がいきなりそんな派手な世界に興味を示すはずがない。コミュ障でもいいんだし、案外向いてるかも。まだ物語のヒロインだ。おかしな職業設定は困る。それよりくもんちゃん、お食事付き合ってあげればよかったのに。だからバカですか？物語に自ら登場する作者などありえないだろうが。彼女は10年の子守人、他に頼める知り合い男性もいなかったのよ。のんの論外だ。なら事情話して公文先生のお友達とか。お友達はいない、一人も。そんな寂しいセリフきっぱりと。なぜ寂しいのです？私は想像の世界でいくらでも友達を作れるんです。泣けますよそれ以上言うと。そうだ。おい、え？今夜空いてないのか？ダメダメ、この子じゃ恥ずかしくて紹介できない。お父さんついていこうか。授業参観じゃない。いやほら、大人になった水木ちゃんにも会ってみたいし。いやそういう変な意味じゃなくて。大丈夫、ありがとう。なんて言うつもりだ？架空の彼氏のこと。仕事で来れなくなったとか。痛くないか？辛くないか？そんなラブラブの2人と一緒で。多分。今さらあれはしりとりの運だったって言えないの？ややこしくなるでしょ。ああそうか。行ってきます。ああ行ってらっしゃい。困ったな。じゃあ一緒にやろうか。私ユーマのことが好きなんだ。ありがとう。何それ？別にお礼言われたいわけじゃないけど。
江田君は？俺はとりあえず今は大会のことで頭がいっぱいっていうか。誰か気になる子がいるの？スイじゃないよね。でもスイは雨宮君のことが好きだよ。ほら、私たち親友だから何でも話すの。恋の先着順。すみません、上がっていただきたいところですが、メイが不在でまだあなたとうちで二人っきりの緊張状態は。いや全然ここで十分です。わざわざお越しいただいたご用件は？どうしても無理でしょうか。娘の彼氏のふり。あなたまで何を言ってるんです？私は物語の作者ですよ。俯瞰で見つめるのが仕事なのに中に入ってどうするんです？ご心配なのは分かりますが、過保護すぎるのはいかがなものかと思います。過保護？ええ。だったことはない。娘は、スイは小さい時からわがままを言うような子じゃなかった。それに甘えて私も別れた妻も放っておいてしまったという感じで、実際離婚した後も娘が子守人になってからも私は放置してたっていうか。でも最近おしゃれしてメイクして、あれうちの子こんなに綺麗だったんだって、なんか本当今更そんな親バカみたいな気持ちになって嬉しくなって、なんかこっちまで。だからまた子守人に戻ることが心配なんですね。娘は誰かに何かを頼んだことなんて今までなかったんです。アガサは要求されました。それは契約の対価として。まあそうか。さらっとお願いしたように見えましたけど、心の中では必死だったのかもしれない。私は作者だということは娘だって分かってます。無茶というか一番頼んじゃいけない人だということももちろん。無理です。私は筋金入りの人見知りです。プチパニック障害もあります。実は私も時々過呼吸になり頭を打ち抜いてうつ伏せになります。まさか。本当です。そんな知らない人のいる食事会、しかも彼氏のふりをするなんてミッション不可能です。でもあなた作家だ。引き出しの中にいっぱいキャラをお持ちでしょ。一番社交的なキャラで登場するとか。ふざけてますよね。すいません。1話のネームを拝見しました。はい、どうでした？とても良かった。ヒロインに作者の愛を感じました。それはどうも。見守りましょう。イヤホンをつけて我らがヒロインを。こちらになります。あ、スイ、こっちこっち。来た来た。ここ座って。ありがとう。あ、私にはそんなことしてない。水木そういうの好きじゃないって。冗談。そうそう、なんか対等じゃない感じがして嫌なのよ。
めんどくせえ。うるさいあれ彼氏さんは？仕事がまだ何歳くらいの人？ 35かな。ああ、それってそろそろ中間管理職。一番仕事もストレスも多いんだよね。かな。ってサラリーマンなの？彼氏。出版関係。そう、会えるの楽しみ。っていうかほら、今日2人が結婚してること私知らなかったからお祝いもできてない。いいのよ全然。実は式挙げてないの私たち。ドレスは着たけどうちわでささやかなパーティー。親はなんでだってうるさかったけど、ほら私が両親嫌いなの知ってるでしょ。あんな父親とバージンロードなんて。逆にコロナで助かったなそれは。そうか。あ、黒目何飲む？私お酒。シャンパンで乾杯しましょうよ。10年ぶりの再会に。ほら頼んで。あー、すいません。とりあえず第一関門突破。つかもうこっちも飲まなきゃやってられん。正直気分はいいぞ今宵は。なんで？くもんちゃんお食事会拒否ったから。でもあんた言ってあげたらって。私天の弱子ですから心は裏腹。それっていくらなんでもあの子に介入しすぎでしょ。まあそうだけど。大体だよ。私の前でくもんちゃんにそんなお頼みするのどういうことって話でしょ実際。あんたがただの居候って気づかれたんじゃない？セフレとまで言ったのに。息子の前で。野菜たっぷりスフレみたいな。美味しいの？男にとってはね。てかあんたまさか公文先生のこと？微妙。あんな変な人見たことないから今までの男のカテゴリーに入れられない。それはわかる。でも私がソファーで腹出して寝てるといつの間にか毛布がかかってる。優しい。がだから私は時々わざと腹を出す。いい話かそれ？どういう早田？いい話。いい話か。おいしい？うまっ。ねえ彼氏さん遅くない？メールしてるんだけど、もしかしたら。いいじゃん別に。今日は同級生3人だけで。黒目無理しなくていいって。リスケしてまた今度って入れたら。ダメよ。4人分で頼んでるし、ここはそんな簡単に予約取れないのよ。うちのオーナーに行って無理に席取ってもらってるし。1人のキャンセル分俺が払うよ。お金のこと言ってるんじゃない。まずい、苦しい。誰か助けて森の熊さんを。ああ、腹減った。え？ってことは俺の分もある。雨宮君。彼氏来れないんだろ？なら俺とペアで。いいだろ？救世主来たどうして？ユーマから？いや、たまたまだよ。俺はよくここ使うんだよ。奥に個室があって正解財界の若手懇親会ってて。こっち移動するから俺のワイン持ってきて。雨宮様、かしこまりました。かっけー。雨宮君マジかっけー。何なのよ一体。そんな顔するなよ。俺と同席じゃ不満か？そんなことないよな水木。でもまあ新婚の時でもユーマは俺とつるんでること多いから水木は俺のことを疎んでるってことで OK？ そうじゃない。私はスイの彼氏に会えるの楽しみに来たわけ。だからそれは今度でいいじゃん。本当にいるのならね。お前何言ってんの？ユーマに見え張っただけかもしれない。なんで俺に見え張る必要あるんだよ。そ
そりゃあさ、女子あるあるよ。いるっちゃいるけど、なんなら別れるかもみたいにもったいつけて煽る。そんなこと。バカらしい。じゃあせめて写真見せてよ。彼氏なら撮ってるでしょ。いい加減にしろよ、おかしいぞ。ごめん黒目。おかしいのはあなたもでしょ。どうして言ってないの？普通再会したらすぐ私たちのこと言うでしょ。違う？それはタイミングっていうか懐かしくてさ。私のことは忘れちゃってた。よせよ、再会したって報告して番号教えたろ。様子が変だったあなたを私が問い詰めたらね。普通だろ、適当なこと言うなよ。あわよくばって思ってたんじゃないの？お互いにね。おい、冗談でも言っていいことと悪いことあるぞ。私冗談で言ってないけど。おいおい、こんなとこで夫婦喧嘩よせよ。まったくどうかしてるよ。告られて浮かれたかよ。お前が死ねばまだよかったわ。あなたの方がね。学校居づらいよね。ついお願い消えてほしいの。私と彼の前から。お願い。どうした黒目。親友でしょ。お前が死ねばまだよかったわ。親友でしょ。すぐうつ伏せバンバン。もう向こうには聞こえないからね。聞こえないか。すいません。お客様、大丈夫でしょうか？今片付けますのでお待ちください。黒目。いやーすみません、遅れてきちゃって。あれ？ああ、椅子もう一つ。かしこまりました。彼氏さんですか？黒目の。はい。あ、いいのかな、遅れてきて。つい俺がお誕生日席で。まあ許す。